ヨジーズホビールーム。ヨジホビルームメイトの皆さん、こんにちは。ヨジーズホビールームのヨジーです。いつの日かガンプラでフロアを沸かせたいなと思っております。非常にありがたいお話で、ここまでの回収動画にかなりのご好評をいただいておりまして、ネット記事にも掲載してもらえるほど注目をいただいている状況で、自身の限界への挑戦に一層の気合が入っております。もしかしたら本当に年内チャンネル登録者数5万人いっちゃうのではというわけで、前回の動画に引き続きマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期の徹底回収、今回は腰部の回収をしていきます。パーツ数は少ないですが、かなり印象を左右する重要なパーツですので、こちらも気を抜かずに回収していきましょう。それでは長年の汚れを洗浄してから改造に移ります。改造。まずはいわゆるふんどしと言われるブロックから。この内角部分はデザインナイフで切れ目を入れて、ヤスリがけも合わせてエッジを出します。ラインスクライバーを使ってパネルラインを追加して走行分割を表現します。側面に追加するパネルラインを正面につなげて溝を掘りたいのですが、この部分に既存のモールドがあるので、このモールドは瞬間カラーパテで埋めます。筋彫りしたいところに使うパテは高度のある瞬間接着パテが使いやすいです。匂いは多少きついですが、硬化剤があれば乾燥時間がかなり短縮できますのでおすすめです。モールドを埋めたら筋彫りを追加して次へ。隙がないほどもともとディテールてんこ盛りなニューガンダムバージョン過渡期ですが、モールドがないのっぺらぼうな面はディテールアップチャンスです。ラインスクライバーやビットブレードを使ってパネルラインを追加していきます。 0.3mm 幅に掘った溝の長さに合わせてエバーグリーンの平棒をカットします。なくしても量産できるシンプルなものですが、なくさないように注意します。これを塗装した後に立てて埋め込むプランです。続いてプラストラクトの角棒を使います。一定間隔でデザインナイフで当たりをつけておいて、ホビーソーでしっかり溝を掘ります。これを繰り返してヒートシンクのようなパーツが出来上がり、このパーツも塗装した後に埋め込みます。ヒートシンクつながりで、前回の脚部製作編のコメントに大腿部のヒートシンクの作り方をもっと詳しくとコメントをいただいたので、解説してみようと思います。手間は半端ないですが、コツさえつかめば超簡単です。まずは図を使って解説してみようと思います。先ほど作ったヒートシンクと同じ要領でプラ材に溝を掘ったら、ギザギザになるようにその溝にかけて斜めに切れ込みを入れていく感じ。それを踏まえて映像で見てみましょう。まずプラ材に一定間隔で溝を入れる。今度は溝にかけてデザインナイフで斜めに切れ込みを入れておきます。最後に斜めにカンナ書きしてギザギザを強調させます。手順としてはこれだけ。かなり細かな作業になりますので、お試しの際はくれぐれも怪我には注意して、とにかくゆっくり作業してみてください。こんな感じでどうしても一つの動画では伝えきれない部分があるので、ここの作業はどうしているのといったようなコメントも引き続きお待ちしております。ヨジホビ流ではありますが、少しずつ動画内でお答えできればと思います。それでは先ほどの続きを。ふんどしの赤いパーツはラインスクライバーやビットブレードで掘り込んでおいて、今度はタミヤの丸棒を仕込んでみようと思います。丸棒が半円になるように半分にカットしたら、ヤスリで角を落として両側に筋彫りします。ヒンジのようなディテールが完成しましたので、これを掘っておいた溝に埋め込みます。ふんどしブロックの最後は両サイドに掘っておいた溝にプラ板を切って作ったパーツを埋め込みます。これは後から蛍光塗装してサイコフレームの輝きを表現しようと思います。というわけで、ふんどしブロックのビフォーアフター。後ろ側は筋彫りでパネルラインを増やしました。続いてフロントアーマー。今回も既存のディテールを埋めて0にしてから1を作る手法を取ります。あ、
でも活かしたいモールドもあるので0ではなく 1？ でもそれだと0にして1にはならない。いやー 0.5？ 上部にあるおそらくは廃棄フードですが、ここをもう少し幅広にしたいのと、フロントアーマーの丈を出したいところ。フード部分にラインスクライバーで溝を掘って当たりをつけておいたので、ホビーソーでカットします。ここに 1.2mm のプラ板を3枚分で合計 3.6mm 分延長します。側面には立体感を出しつつ強度アップも兼ねて 1.2mm プラ板を1枚貼りました。続いてシャーペンで下書きしてありますが、この部分にスラスターを増設してみようと思います。下書きに沿って筋彫りしてビットブレードで段差を作ります。際のあたりを細めに幅を残して筋彫りして、さらにビットブレードで彫って段差を作ります。排出口になる部分は角度をつけて彫り込んで、ラインスクライバーで溝を彫る。直線だと味気がないので、ふんどし側にかけて幅が広くなるように調整します。段差になっているところはしっかり筋彫りして立体感を出します。これでスラスターの出来上がり。既存のモールドをガイドにして作業しましたので、複製も楽にできました。フロントアーマーはこの後に細々とした筋彫りとふんどしと同様に彫り込んだ溝にプラ板を埋め込んで発光させる作戦です。続いてサイドアーマー。あらかじめプラ板が貼ってありますが、正面は 1.5mm 分、先端部分は 2.4mm 分のプラ板を貼って延長しています。雑に貼ってありますが、ここからデザインナイフで大まかに形を作っていきます。綺麗にエッジも出せたらここからがスタート。同じようにデザインナイフやビットブレードで徐々に彫り込んで形とディテールを作っていきます。この辺はもう下書きとかもせずに行き当たりばったりで彫っています。確かにミスしてしまう怖さもあります。しかし多くの失敗を積み重ねてきた経験がミスをカバーする力になる。これは実生活でも言えることで、人類は食を通じて成長する。良質なビタミンとタンパク質を摂取し、早寝早起きの規則正しい生活と適度な運動をすることで、つまり四次ホビは失敗を食べて強くなるのである。失礼いたしました。こちらはプラ角材で作った自作のパーツ。これを真ん中のスペースにはめ合わせます。よりスタイリッシュなシルエットにしたいので、両サイドの角をヤスリで削ります。ほんとちょっとした加工なんですけど、かなり雰囲気変わったように感じませんでしょうか。あとは細々した筋彫りを追加してサイドアーマーは完成です。最後はリアアーマー。申し訳ございません。制作に夢中になりすぎて撮影を忘れてしまったので、かろうじて撮影できた部分を紹介いたします。この赤い外装は引けが目立ちましたので、その処理の様子。まずモールドを落としてヤスリがけ。引けがなくなったらモールドがあったところに穴を開けて面取りもします。ここには塗装後にメタルパーツを埋め込もうと思います。フレームのパーツのこの丸い部分に面取りをしてシャープな印象にしていきます。リアアーマーは以上。0にして1にする、いわゆる01改造と筋彫りがメインですが、自作したパーツもあったので改めてお見せできず申し訳ございません。しかし四次ホビはミスを食べてさて改造も終えたのでサフを吹いて最終チェック。01改造でモールドを埋める際に残った気泡跡だったり筋彫りの彫り忘れなども発見できましたので、気泡の跡などはタミやラッカーパテで埋めて塗装のパートに移ります。四次ホビ。全塗装。いつも通りメタリックの塗装から、下地には光沢のある EX ブラックを塗装してから、今回のトップバッターはスーパークロームシルバー2。自作のパーツやヒートシンクなどをこのカラーで塗装します。続いて蛍光イエローグリーン。サイコフレームの光を表現したいパーツに塗装しました。続いてスターブライトゴールド。
フレームの色分けやスラスター部分だったり成型色がイエローのパーツを塗装しました。フレームのパーツには円形のモールドが多いので、ゴールドで塗装したら色分けするためにサークルカッターで円形にマスキングシールをカットして使います。続いて鉄道模型用からダークステンレスシルバー、フレームや外装の一部に塗装しました。この後にフレームのメインカラーを塗装しますので、マスキングもしておきます。続いてガンメタル。4時ホビの中ではテンプレ化した色の組み合わせですが、やはりこのダークステンレスシルバー、スターブライトゴールド、ガンメタルの組み合わせは最強ですね。メタリックの最後はパールカッパー。レッドに塗装する外装の色分けとして塗装しました。そのまま外装1色目、赤い成型色のパーツには暗めに調色した名付けて4時ホビブラッディレッドを塗装します。グレーを多用しがちな4時ホビですが、明るいレッドを合わせるとどことなくファミコン感が出てしまうので、暗めのレッドで落ち着かせます。続いてニュートラルグレー3。色分けは塗装面積が狭いところから、そして塗装面積が狭いところは濃いめの色というのが個人的にバランスがいいかなと感じます。続いてニュートラルグレー2。この後全体をニュートラルグレー1で塗装しますが、ニュートラルグレー3は濃いめの色なので、その中間色としてこの色が大いに役立ちます。マスキングまで終わったら次に行きましょう。今度はアクセントカラーに FS36622 のグレーを塗装します。ニュートラルグレー2に近い色ですが、こちらは黄色みがかった色がミリタリー感を演出できて非常に重宝します。最後は全体にニュートラルグレー1。限りなくホワイトに近いグレーですが、個人的には結局この4色での色分けが白いモビルスーツにはマッチすると思うんですよね。最後はエバレットでカラーチップを塗装して仕上げに移りましょう。4時ホビ。仕上げ。まず仕上げの初手はいつも通り墨入れから。ここはいつもの手順ですので、ある程度飛ばしちゃいますね。続いてクラフトボンドを使ってカラーチップを接着します。ボンドがはみ出てもピンセットで取れちゃうので、仕上げには心強い味方です。次にデカール貼り。今回はガンダムデカールデラックス06にいい感じのデカールが揃っていたので、いくつか使用しました。その他キット付属のデカールと RB コーションデカールを使用しました。デカール貼りまで終わったら艶消しを吹き付けてメタリックカラーに塗装した部分のマスキングを剥がします。この後に同じくメタリックカラーで塗装した細々した自作パーツたちをクラフトボンドで接着していきます。ここまで終わればいよいよ最後の組み立てに移ります。組み立て。フレームと外装はクラフトボンドで接着して強度を確保して、各パーツを全て組み合わせたらマスターグレードニューガンダムバージョン過渡期腰部の完成です。それではビフォーアフターをご覧ください。限界まで出し切って徹底回収しているつもりでも、手が回っていないところがあったり、もともと苦手な筋彫りでは精度が課題だったり、まだまだ未熟だなと感じるところを節々に感じますが、
今回もやりたいことはやれたかなと思います。ただ実は墨入れの拭き取り忘れがあるのですが、どこかはあえて言わないでおきます。ミスを食べるほど強く。さて、いよいよ制作進捗も 50% に達したところで、この先に待ち受けるは永遠に感じるであろうファンネルの回収や複雑なフレームの胴体や腕が待っています。ここからさらにギアを上げて限界突破していきますので、コメントなどで応援していただけると幸いでございます。前回の動画では皆さんの好みのモビルスーツの足に関して4時ホビの予想以上に多くのコメントをいただいておりました。どれもこれもこの変態ど失礼いたしました。ぜひ皆さんの好きなモビルスーツの腰ブロック、改めて温かいコメントをありがとうございます。さて、前回の脚部編の動画で気になったコメントへの返答コーナー。1つ目は、手を抜かないこだわり、足フェチにはたまらないとのコメントをいただきました。そうなのです。手は抜けないのです。足だけにね。冗談はさておき、お褒めに預かり嬉しい限りでございます。コメントありがとうございます。次に、足だけで飾りたいとのコメントをいただきました。許可をいただいていないのでお名前を出すのは控えさせていただきますが、今かなり勢いのあるガンプラ YouTuber の方からコメントいただきました。ただかなりの変態なので閲覧中。コメントありがとうございます。そんな感じで今日はこんなキットを作ったよだとか、些細なことでも結構でございますので、皆様のコメントをお待ちしております。それではこの動画が面白いと感じた方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya! 4時装備ルーム。